はい、こんにちは。シドニーのセラピスト、庄司です。今日僕はですね、シドニーシティに出てきてまして、某ホテルに泊まっています。見てください、この光景。あれが、ハーバーブリッジ。シドニーのアイコンですね。そして、シドニー湾が見えて、その先に見えるものが、オペラハウスです。で、オペラハウスといえば、正しい寝方ですよね。せっかくですので YouTube 配信をさせていただきます。寝方って人間だいたい3つだと思うんですよ。仰向けか横向きかうつ伏せかで、うつ伏せはもう絶対ダメですよ。うつ伏せでしか寝れないっていう方は今すぐにでもやめてください。うつ伏せの先に健康はありません。なぜならばうつ伏せで寝るっていうことは結局首がどっちかにねじれちゃってるっていうことですよ。ねじれるっていうことは、体がねじれるっていうことは、その中を通っている動脈だとか静脈だとかリンパだとか神経の流れとかが全部ねじられるってことですからね。ってことはその分循環がうまくいかなくなると。もう循環なきところに健康なしです。もうなので今うつ伏せで寝ないと寝れないっていう方はもうちょっとずつ仰向けか横向きで寝れるようになってください。で、やっていきたいと思います。ちょっとね、たくさん情報量が多いと思いますけれども、しっかりついてきてくださいね。何度も何度も動画見直して。じゃあ行きますね。どうもおやすみなさい。昨日寝てなかったんで。まあ、そんな感じなんで、ちゃんとした寝方をお伝えさせていただきます。ですね、仰向けで寝る場合、いろいろ注意点があります。まずは、こうやって仰向けで寝るとき、足開きすぎ、足閉じすぎ、あまり良くないです。足と足の間は、だいたい拳1個から2個分ぐらいスペースを空けて、こういう形ですね。そして足をもうまっすぐです。片方の足を曲げるとか、片方の足を曲げるとか、こういう寝方はやめましょう。そして上ですね、僕がね、肩こりの患者さんに仰向けで寝てくださいって言ったのは、だいたいこうして寝る人が多いんですよ。わかります？この手。仰向けで寝てくださいって言ったら、手のひらが下を向いてこういう風に寝る人が多いんですよ。これブブーなやつなんです。なぜならば腕が内側にねじれちゃっているからです。僕の動画をよくご覧になっている方はご存知かもしれないですけれども、猫背の人ってどこから始まるかっていうと、腕が内側に入るところから猫背が始まるんですよ。覚えてますか？猫背は腕から始まると。こういう感じですね。だから腕を内側にして寝るっていうことは、猫背を強調させている、猫背を固定させているっていうことなんですよ。だからこれはもうビッグノーノーです。絶対やめてください。正しくはこっちですね。今僕は手のひらが下向いてたところを、手のひらを天井向けてみました。これ180度変えるだけで猫背が改善されるんですよ。なのでこういう形で寝てください。はい、足やりました、手やりました。最後に首ですね。僕今あえて枕を使っていますけれども、これもちろんダメです。僕はもう仰向けで寝るときは枕は必要ないんじゃないかなと思ってるんですよ。なぜならばやっぱり立った時に人間の体の真上に頭が来るべきだと。体があってその真上に頭が来るべきだって思ってるんです。それを枕を使うっていうことは結局顔が前に行く。顔が前に行ってしまうっていうことなんですよ。立った時こうなりますもんね。だから仰向けで寝る時は僕のおすすめは枕なしです。こんな感じですね。こんな感じですね。こういう形で寝てくださいと。こうすると今首がまっすぐになっています。胸が張れています。これで寝たら重力がもっともっと肩を下方向に引っ張ってくれるから胸を張れるんですね。これで寝たら姿勢を矯正しつつ寝るという形になります。もちろんどこの筋肉も引っ張られてもないし、押しつぶされてもないし、ねじられてもないから循環しやすい体なんですよ。ってことは寝ている間に回復しやすいと。で起きた時にフレッシュ爽やか
ックスなんですよ。なので仰向け、正しい寝方はこうですよと。次は横向きですね。横向き、こうやって寝てませんか？こうやって寝る人、もう将来ないですよ。一個一個直していきましょう。今度は上から直していきますね。さっき仰向けでは枕を使わないでって僕言いましたけれども、横向きの時は枕は必要だと思ってるんですよ。横向きの時は枕が必要だと思っているんです。なので、僕の提案としてはですよ、枕を仰向けで寝る時は、こういう形、上に置くとか、横に置くとかして仰向け。で、横向きの時に枕を使ってくださいと。こういう形ですね。これを僕はご提案したいです。で、枕の材質だとか、硬さだとか、よく聞かれるんですけれども、僕的にはそれはあんまり関係ないんじゃないかなと。枕で大事なのは高さですね。高さです。枕の高さは、一番いいのは、僕が思うのは、その人の肩幅の同じぐらいの高さ。もうこれは全員違いますからね。肩幅広い人、狭い人。だから自分の肩幅ぐらいの高さの枕を購入してください。そうでないとね、枕が低すぎると首曲がっちゃうし、こっち側に曲がっちゃう。こっち側がベッドだとしたら。枕が高すぎるとこういう風になっちゃうし、どちらにしろね、首がねじれちゃうっていうことですからね。それでね、首が痛いっつってマッサージ受けたところで何にも根本的治療にならないですからね。というわけで、ちょうどいい感じの枕見つけてください。僕はこれぐらいがいいかなと、横向きの時は。そして、上の位置。これめちゃめちゃ大事です。猫背の人だとか、肩こりの人、こういう風に縮こまって寝ちゃうんですよ。わかります？手と手がこういう風に合わさって、両方の肩が縮こまって、バストダウンを強調させて寝てるんですよ。これで1日例えば6時間寝ます。ということは、一生のうち人生の4分の1、これで寝ています。もうおそらくおじいちゃんばあちゃんになった時はこういう風な体になるでしょう。なぜならば人の体は過去にやってきた習慣が現在の姿勢を作っているからです。なのでこういう風に寝る人は将来こういう風なおばあちゃん、おじいちゃんになります。なので腕の位置、正しい位置を覚えてください。下に来てる方の腕は手のひらが上で、肘を90度曲げるか、肘をまっすぐにするか。こういう位置を取ってください。そして上に来ている方の手ですね。これめちゃめちゃ大事なんですよ。もうここは最悪のやつなので、せめて胸を開いて、ここお尻の横にここちょっと骨の出っ張ったとこありますね。その辺あたりに腕を置いて、こういう形ですと。そうすると胸開いてますからね。その間に筋肉たちを柔らかく循環していくと。こういう形取ってください。そして最後に足です。腰痛持ってる人とか、坐骨神経痛持ってる人、あと骨盤の歪みで悩んでる人、ものすごい多いのがこういう風にして寝てます。片足を前に出して寝てます。それでなんか足の裏が痺れるんですとか、お尻がピリピリするんですとか、当たり前でしょみたいな。もう今ね、骨盤を思いっきりねじってますからね。筋肉たちを思いっきり引っ張ってますからね。それ神経だって引っ張られるでしょう。これ最悪なやつなんですよ。なので、僕の提案としては、両方の足、右足と左足を揃えて、両膝を曲げる、股関節を曲げる、そしてさらにベターなのが、枕でもクッションでも何でもいいんですけれども、膝と膝との間に何かをかませること。そうすることによって、今足の筋肉たち全ていい状態なんですよ。神経ももちろん解放されています。朝起きての坐骨神経痛も劇的に緩和されますよ。まとめます。横向きで寝るとき、枕の高さ、肩幅と同じです。腕の位置、足のポジション、そして何か枕、クッション、ぬいぐるみ、犬などをかませること。こういう感じで寝てくださいと。こんな感じで正しい寝方のレクチャーをさせていただきました。寝る時の体勢ってめちゃめちゃに大事なんですよ。だって人生の4分の1から3分の1寝てますからね。なので、こういう風に変な体勢で寝てるっていう人、で、ほんと健康な人いないんですよ。正しく寝ること。そうすると、ずっと正しい姿勢でいれますからね。僕がこの寝方を患者さんに説明するとですね、皆さん言われるんですよ。寝てる間はコントロール効かないじゃないですか。確かにそうなんですけど、ベッドに寝て、
すぐに眠りに落ちるわけじゃないじゃないですか。眠りに落ちるまで数分あるわけじゃないですか。じゃあせめてその数分をさっき習ったような寝方で寝てほしいんですよ。そうでないと体、筋肉、脳みそたちは覚えないですからね。せめて起きている間は意識的に強制的にちょっといい姿勢をとってほしいんですよ。で、それを毎日繰り返すこと。もう最低1日1分でもいいですからやってみてください。1日1分でも1年後の今日には365分ですよ。6時間ですよ。6時間いい体勢で寝るともう必ず筋肉たちはそれが快適だって覚えます。で、体が覚えたらもう一生もんの習慣です。なのでちょっと頑張ってやってみてください。朝起きた時の爽快感が違いますよ。というわけでシドニーのセラピスト庄司でした。皆さんの体が楽になることをずーっと祈っております。じゃあ最後にですね、夕日迫るシドニーハーバーをご覧になって皆様さようなら。息をする時の正しい座り方、これはなんか一瞬で低める太ももの前が腰痛を作っていたことですね。これが骨盤の歪みだと僕は思います。肩こりはムチから始まるんですよ。そのムチをなんとかして小嘘でもなくて中嘘でもなくて大嘘です。大嘘です。これは骨盤の歪みを自分で直す方法をレクチャーさせていただきます。必ずこれやり続けていったらかっこいい体になることは間違いありません。首周りがしんどい人にめちゃくちゃに有効なエクササイズだと思うんで、もうこれ全然結構胸張れてますね。あとこれがうちの息子のペパくんです。ちょいちょいよろしく。よろしくお願いいたします。